こんにちは、モンチーパンダガラスのモーさんです。理科室でトンボ玉を作ろう。動画ナンバー154です。字幕の表示、非表示などの設定をしてご覧ください。モンチーパンダガラスでは番号の色で内容を分けています。A、B の順番で紹介します。A も B も花びら部分は風船のかけらを貼り付けて作りました。A の花パーツで使用したガラスです。花芯は動画152で作ったものを使用しました。土台は濃い紫透明です。B の花パーツで使用したガラスです。花芯は動画153の B で作った花をそのまま使用しました。土台は A と同じ濃い紫透明です。佐竹ガラスで販売している花模様制作用道具を使います。動画6で紹介している集中円バーナーを使用します。では A からスタートします。ダイソーやセリアで販売しているステンレスストローを使います。ステンレスストローに B62 をつけて風船を作ります。簡単に割れます。このかけらを後で使用します。動画152で作った花芯を使用します。直径約 10mm、長さ約 11mm です。花芯パーツを透明ガラスで覆いました。作業工程は動画150、151、152、153と同じなので、ここでは省略しました。直径約 15mm、長さ約 13mm です。内側の花びら部分を作ります。風船のかけらを貼り付けていきます。ピンセットで破片を貼り付けます。貼り付ける量で花びらの色が変わります。薄い色の花びらにしたい場合は、貼り付ける量を少なくします。濃くしたい場合は量を増やします。鉄板の上を転がして貼り付けます。貼り付け作業は終了です。G36 無色透明で全体を覆います。左官ゴテで整えます。さらに G36 無色透明で覆います。全体を覆いました。左官ゴテで整えます。直径約 29mm、長さ約 16mm です。次は外側の花びら部分を作ります。先ほどと同じです。風船のかけらを貼り付けていきます。鉄板の上を転がして貼り付けています。ピンセットで破片を貼り付けます。貼り付け作業は終了です。G36 無色透明で全体を覆います。全体を覆いました。左官ゴテで整えます。直径約 31mm、長さ約 16mm です。花模様制作用道具で挟みます。この後、透明ガラスで全体を覆いますが、作業工程は動画150、151、152、153と同じなので、ここでは省略します。花びらパーツが完成しました。花びらパーツを円錐にして玉に埋め込む工程は動画150、151、152と同じなので、ここでは省略して完成した玉をお見せします。完成した玉です。土台は E7 濃い紫透明です。寸法です。左が今作った A です。右は B です。A も B も花びら部分は風船のかけらを貼り付けて作りました。B を短めに紹介します。ステンレスストローに A27 ブラウンをつけて風船を作ります。色が違うだけで作業内容は A と同じです。バケツの中で風船を割ります。花芯になる部分には動画153の B で作った花を使用しました。花をそのまま花芯として使います。花の直径は約 8mm、長さは約 7mm です。
花を透明ガラスで覆った状態です。作業工程は動画150、151、152、153と同じなので、ここでは省略しました。直径約20ミリ、長さ約12ミリです。花びら部分を作ります。A の時と同じように風船の破片を貼り付けていきます。作業工程は A と同じです。色が違うだけです。貼り付け完了です。G36 無色透明で覆います。全体を覆いました。溶かして馴染んだ状態です。直径約23ミリ、長さ約14ミリです。花模様製作用道具で挟みます。この後、透明ガラスで全体を覆いますが、作業工程は動画150、151、152、153と同じなので、ここでは省略します。花びらパーツが完成しました。先ほども言いましたが、花芯部分は動画153で作った花をそのまま入れました。花模様製作用道具で挟んだ影響で花が歪んでいます。B の花パーツです。花パーツを円錐にして玉に埋め込む工程は動画150、151、152で紹介していますので、ここでは省略して完成した玉をお見せします。土台は A と同じ E7 濃い紫透明です。寸法です。動画101と104でも花パーツの作り方を紹介しています。花模様製作用道具を使用しての花パーツの作り方は動画150、151、152、153でも紹介しています。これで動画ナンバー154を終わります。理科室でトンボ玉を作ろう。モンチーパンダガラスのモーさんがお送りしました。ではまたお会いしましょう。